皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、またコメント欄によく来ている初心者のお悩みについて答えていきたいと思うんですけども、それが、男の子がうまく描けません。男の子の体がうまく描けませんというお悩みです。男子が描けないパターンのやつね。かっこよく男の子が描けないっていうお悩みは、まああるよね。特にでも、下本先生にやっぱ聞きたいよね。やっぱさ、少女漫画家っていうのもある。そうだ、私いつもイケメン描くのが仕事だからね。ということで今日はちょっとかっこいい男の子がなかなか描けない人が一緒にやっていけばどんどんかっこいい男の子が描けるようになるレベル別のステップを教えたいと思いますので。レベル別パターン来たね。それで一緒にね、ぜひやってみてください。はい。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあレベル別に、かっこいい男の子を描いていきたいと思うんですけども、まあ、そもそもこの動画を見てる人たちっていうのは、女子は描けるんだけど、やっぱ男の子がうまく描けないっていうのが大前提なので、まずは一回ね、自分の描ける女子を描いてみてください。この時、あんま深いことは考えず女子描いてくれて大丈夫なんだけども、まあ、できたら髪の毛をツインテールとかポニーテールにしない方がいいかなとは思う。まあ、自分が思うショート描けない人は、まあ、セミロングぐらいだったらみんな描けんのかな、ボブぐらいと思うので、まあ、描きやすい感じの長さで大丈夫なので、あんまり長めの髪じゃない髪の女の子を描いてみてください。で、洋服もラフな方がいい。簡単でいいので、まあ私もこんな感じでラフな T シャツ着てる、女の子を描いてみました。ここからスタートしたいと思うので、まずみんなそれを用意してください。じゃあ早速レベル1いきたいと思います。レベル1はですね、目を細めるです。じゃあちょっとどういうことかやっていきたいと思います。この目をちょっと細い感じにしていきたいと思います。これピンクにしたのが元の目ね。で細めたバージョンの目を描いていきます。やることとしてはこれをギュッと縮めてあげるだけでいいから、本当に深いことは考えず細めて自分なりに細めれる範囲での目を描いてみてください。だからシンプルに実物の人間で言えば、眩しくてちょっと目細めるみたいなイメージ。そうこれ実はでもね、レベル1なんだけど、正直一番大事かなっていうぐらい、男の子らしい絵を描くときに大事なポイントなので、そうなんだ。ぜひね、ちょっとやってみてください。上まぶたも本来の位置より下に持ってくる。なんだったら下まぶたも本来の位置よりも今度上に持っていくと、目がより細めたイメージになると思います。で、中の瞳も、目を細めた分、パッチリ大きくするっていうよりかは、上下に丸のね、瞳がかぶさっちゃうまぶたの中にみたいなイメージで描くといいかなと思います。できる人はよかったらこの時眉毛も一緒に目のそばに寄せてあげる。結構だいぶ今上の方に私ピンクのあるけど、できるならこれはお好みだったりそのキャラにもよるから絶対じゃないんだけど、目のそばに眉毛をちょっとだけ太い線にして持ってきてあげるとよりいいんじゃないかなと思います。できそうな人なら、無理そうなら他無視してください。はい、こんな感じです。で、ちょっと消しちゃいます。まずこれがレベル1です。これだけでも、なんかさっきよりだいぶちょっと凛々しい雰囲気出たね。凛々しい女子になったよね、さっきよりもね。ということで、これがレベル1。まずここからやっていきましょう。じゃあ次、レベル2です。レベル2は、今度、輪郭。わかるよね、輪郭を少し角張らせる。っていうことです。じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ今ちょっと輪郭を、元々あった輪郭の色をピンクにしてみました。で、角張らせるっていうのは、まあ今も結構ホームベースのような形でカクカクカクはしてんだけど、より気持ちとしてはここをカクカクさせてあげるようなイメージ。で、この時なんだけど、今これちょっと1回目描くのは元の線をなぞった感じのこれ角張らせ方ね。こんな感じ。できそうな人がいたら、ぜひこの三角形のこの顎のところあるじゃないここ。今私が選択したところ。ここをちょっと下に持ってくるようなイメージにして、顎の頂点を少し元のあった線あるじゃない、よりも下に持ってきてあげてほしい。そうするとより男の子らしくはなると思うんだけど、これも難しそうならもう元の絵でいいよ。この元のピンクのところで大丈夫。ということで、これができそうならぜひこういう感じでちょっと顎を伸ばしてみてください。で、ちょっと変だなとか難しいなと思う人は、さっきの私がやったようなこのちょっと線をカクッとさせるだけでも大丈夫です。私もちょっと違和感が今あったから、この元の線をなぞってカクッてやるぐらいに収めとくね。ちょっと線整えていきます。それはお好みね。お好みで。
ということで、さっきより本当に気持ちなんだけども、本来の輪郭よりもちょっとカクッとさせてみました。はいはい。ほんとちょっとだね。ほんとちょっと。でもまあ、案外こういう意識が大事だったりするので、じゃあ今のでレベル2終了です。じゃあ次、レベル3に行きたいと思います。はい。次はレベル3です。はい。レベル3は首を太くします。はいはい。ということでやっていきたいと思います。はい。まず首、今書いてある首が、ちょっとこのピンクの線にしました。まあどういう感じかっていうと、今もともとあったピンクの線よりも、外側に首の線を取ってあげる。ああ、なるほどね。これもやりすぎると、すごくなんか違和感のあれになっちゃうと思うから、気持ちで大丈夫。いつも自分が描く女の子よりは気持ちちょっとだけ外側かなぐらいのイメージで首を太くしてあげてください。で、今ほら元々の絵があったから髪の毛が被っちゃったりすると思うんだけど、その時は被っちゃった部分の線は消してください。はい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 。はい、ということで今首がほんのちょっとだけ太くなりました。ということでこれがレベル3終了です。だいぶね、まあまだまだ女子っぽいけどだいぶちょっと変わってきたと思う、ここまではね、みんな。じゃあ次レベル4いきたいと思います。レベル4は肩幅をちょっと広くして鎖骨や首筋の線を描いてあげるということで、まあちょっと今長かったけど、どんなことか早速やっていくね。はい、じゃあまず、本来ここにも女の子の絵の時肩幅があったじゃない？だからいつも自分が描く女の子の絵の肩幅よりも、ちょっと外側まで肩幅を作ってあげる。こんな感じ。まあこれも、どこまでやるかはその人の好み次第なんだけど、やりすぎると多分自分の絵じゃなくなっちゃったり違和感が出ると思うから、本当に気持ちで大丈夫。だから自分の中の許容範囲で女の子よりはちょっと太いかな、広いかなぐらいの気持ちでやってください。で、さっき言った、鎖骨と首筋どうやって描くのかっていうと、本来この後 T シャツとか着せちゃうから隠れちゃう部分もあるんだけど、まずこの肩の付け根、この辺ぐらいから真横に線を1本首の中心に向かって両方引いてあげます。で、最後引いてったら首のこの真ん中あたりでペコペコって線をへこましてあげる。で、このへこましたところの付け根あたりから首の方に向かって、ここからピッピッてこう上に筋を引いてあげる。で、場合によってはここに喉仏をこうやって書き足してあげる。あ、男の子だからか。そう、男の子って喉仏があるから。まあこれは、なんかあったら邪魔だなって人は書かなくていい。自分の絵柄にもよると思うので。で、ここまで来るともうなんかだいぶ男子なんだよね。もう正直。絵的には多分。で、これを書いて、意識してあげた後に T シャツの筋とかをこう書いてあげて、まあここを見せてあげた方が男の子らしさが残るんじゃないかなとは思うので、よかったら、まあ、ちょっとここら辺、まあ見えない服着てたら全然描く必要ないんだけど、まあ見せれるそうならちょっと見せた方が男子らしさを残せるんじゃないかなと思います。はい、じゃあここまで来ました。はい、これがレベル4。はい、で次です。もうここまで来たら、まあほぼほぼいいんだけども、ここでですね、レベル5、ちょっと難しいんだけども、線を角張らせます。っていうのも、女性を描くときはみんなできたら、丸っていうイメージで描いてみてほしい。要は、あんまり直線で描かずに丸いイメージで絵を描いてあげてし、女の子を描くときっていうのは。でも男の子を描くとき、ちょっとこのピンクの線と今私の描いた線を比べてみてほしいんだけど、女の子を描くときっていうのは、この元のピンクの線を見てほしいけど、こういう感じで丸みを持って描いてるんだよね、線をこういう感じで。でも男の子を描くときっていうのは、こういう感じでちょっと角張らせて描いてるイメージがあるんだよね。だから女の子を描くときっていうのはこの丸のイメージ。だけど男性を描くときっていうのはこの四角いイメージをちょっと頭で持ってみてほしい。だからちょっとそういうイメージで今後これ以降線を引いてってみるっていうイメージを持ってください。でそんな感じでちょっと服描き足していきます。でここまで来て今回男の子を描くためのレベル5ステップはここで終了。なんだけど、ここまで行った時に、やっぱり全身みんな描きたかったりとか、まあすると思うんだよね。だから、こっから先はちょっとできそうな人だけのレベル6かっこおまけです。なるほど。このレベル6は正直難しいんだ、今までのレベル5よりも。だから、最初から取り入れる必要はない。まあだからバストアップまでが、まあとりあえずできた人が、ちょっと試してみてね。っていうか多分ここまで描けてたら、もうこの絵であんまり女の子って間違われることはだいぶ減ると思うから。いや、多分ないな。だからいいんだけど、こっからもうちょっとだけ描
ける人に向けたレベル6を説明していきたいので、ちょっとここからはおまけとして聞いてください。レベル6はですね、くびれをなくすっていうもうことが前提なんだけど、今ここに下半身のこれ女の子の体が、これちょっと今緑色にした部分あるね。これがまあ女の子のイメージをしてる描いてる体だから、私の中ではやっぱ女子の体の当たりを取ってるのね。だからこういう胸があってここにウエストが細くなってて、ここに腰が出てるみたいなイメージで当たりを私はこれ最初もともと立ってたんだけども、この青い線みたいな当たりを取ってるんだけど、これが今ここが要はくびれって部分ね、ここがへこんでるのが、男性の場合は女の人みたいにここがこんな風にくびれないから、実際腰幅っていうのはもうちょっとこういう形で四角くなってって、胸もないからね、こう肩幅から真四角にこういう風に落ちてって、腰が直線的にあって、腰もこんなお尻が出っ張らないで直線的に落ちていくみたいなイメージになります。ただこれなんでさっきレベル6で難しいっていうか、そもそも女性の体を先にかけてないとこの作業する必要ないから、もしかしたらこの絵を描く初心者のみんなはそもそも男性の体、女性の体っていう描き分けをまだしてない可能性があるよね。そういう人は今描いてる体のままでいいのかなと思ったの。あんまりその男性的女性的な体を描いてないから。でもなんか自分はもう結構女の子の体がうまく描けてて、胸が出てて、くびれてて、お尻が大きめに描けてますって人は、ぜひここの男性の体を描くっていう意識も持ってみてください。で、まあそれが分かりやすく言うと、くびれをなくすっていうことね。ということで、このちょっと元の男性の体を拾って、最後体を描いて完成させたいと思います。はい、ということで、男性の体をイメージして、こんな感じにしてみました。もう男性だわ。完全にさっきやったシワもちょっと胸がないので、直線的にピッと下ろしてあげるといいんじゃないかなと思います。まあちょっと最初のと比べてみよう。こんな感じになりました。今やった全部のステップをやると。全然違うわ。まあここまでやれば、多分男の子と女の子の書き分けはできるようになってるとは思います。もともとこれだったのがこれになったと覚えないわ。ちょっとずつでもいじっただけなんだけど。全然違うく見える。そうだよね。全然並べると違く見えるよね。あとは、まあ年を取るにつれて、見てる若い視聴者の子は、なんでか知んないけど人間ってね、大人になればなるほど絵も大人っぽくなってくのね。だから顔が伸びてって、よりなんか男女の書き分けはやりやすくなるんじゃないのかなとは思うけど、まあ、まずは最初今やったところ意識してもらえばいいと思います。で、それでもこれやったけど全然うまく描けなかったっていう人に、本当に最終奥義を最後教えたいと思います。出た最終奥義。はい、最終奥義です。新本流来た。新本流最終奥義来ました。ということで、じゃあ一回からの最初の女の子の方に戻るよ。はい、じゃあ最後、最終奥義。今言ったのやったけど、結局先生ダメでしたと。やっぱり自分の絵柄は、こういうちょっと可愛い系の絵柄で、やっぱ頭身も低いし、やっぱどんなにやってもみんなからは女の子って言われちゃうんです。みたいな人がもう最後にやれる最終奥義。男の子のつもりで描いたけど、女の子だと言われちゃう絵を用意します。まあ私もこれは可愛い系の絵柄で、まあ男の子でつもりで描いたけど、まあ女の子って見る人にとっては言われちゃうかも。みたいなこう用意しました。まあこれを今度逆にね、頭の考え方を変えます。さっきと全部真逆のことをしてください。さっきは女の子を頑張って男の子に寄せていく作業をしたじゃない、そうじゃなくて、もう今ある自分の描ける女の子、それをもっと女子らしくするという方に寄せていく。要はもう現状今描ける男の子っぽい女の子をもう男の子ということにしちゃって、自分の絵の中では。描ける女の子をより女子らしくするっていう方向性で自分の絵の中で違いを出せば、今描いてる男の子に見られちゃう女の子が男の子になるので、ちょっとやってみます。輪郭はより低く女の子の場合なので、より丸くプニッとさせていきます。で、目はよりでっかくしていきます。さらにだよ、女の子らしく見せるポイントとしては、こうハイライトを大きく入れたりとか、あとね、まつげがもうとにかくバシバシにあれば、もう女子にしかだんだん、なんでか絵の世界って見えなくなってくるもんだから。最近は男性キャラにまつげ描く人もすごく多いけど、まあとにかく女子はとにかくまつげ描いてあげた方が女性っぽくなるので、まあまつげを絶対描いてあげます。で、なんだったら眉毛の位置もより上に上げてあげてください。で、もう髪の毛がね、とにかく女の子っていうのは長い方が女子っぽく見えるっていう設定にみんな見えるから、
まあ、とにかく他の女子のキャラを、もうショートカット女子出したいなと思っても、もうそこはね、ショートカット女子を出すとみんなから男っぽいっていうかね、思われちゃったりとかする可能性あるから、もうあえて自分の描く女子キャラは、もうショートカットが出てきたらもれなく男子キャラっていうことにして、もう全部ツインテールやロングヘア、まあそれでまとめていこう。もういいっすよね。なるほどね。髪が長ければ、自分の描くキャラの場合は、もうロングヘアやツインテールアレンジしてるヘア出てきたらもうそれは女子。逆に言うとショートカット出てきたら男子だとみんなに思ってもらうっていう。はいはい。で、より首は細く。はいはいはい。より肩幅は細く。はい。こんな意識を持って、女の子の方をあえて意識的に変えてあげれば、並んだ時に、まあ、こっちが女の子で、こっちはもしかしたら双子の兄かなぐらいの違いは出るんだよね。なので、まあ、そういうどうしても今までやったのうまくいかなかった場合は、最後は女子キャラの方をより女子っぽくしてみるってやり方も、まあ、考えてみてください。はい。ということで、今回は男子がうまく描けない人たちの対処法でした。ぜひこれを機にかっこいい男の子みんな描いてみてください。よろしく。イケメンが描ければいいよね。いや、そうだよ。イケメン描けると少女漫画家になれるからね。幸せになれるから。そうそう。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎と。バイバーイ。